こんにちは。マサルズスクの釣り三昧ディープダイブ。この番組は YouTube に公開された作品を手がかりにノートブック LM で深く掘り下げていく音声記録です。ちょっと想像してみてください。あなたは今、かなり急な坂道の途中にいるんです。はい、急な坂道ですね。目の前には自分の体よりもはるかに大きな、重たい玉があるんです。それを一生懸命上へ上へと押し上げているんですが、足場は悪くてもう泥だらけなんですよ。なかなか過酷な状況ですね。そうなんです。何度もずるっと滑っては元の場所に戻されてしまうんです。なんかギリシャ神話のシーシュポスみたいに永遠に終わらない苦行のようにも思えてきますよね。まさに太郎の象徴のようなお話ですよね。でもここで一つだけ神話と違うところがあるんです。それはあなたが伊予弁をしゃべるふんころがしだっていうことなんです。ふんころがしですか？しかも伊予弁を喋るんですか？そうなんですよ。おまけにバックグラウンドには陽気な8ビットのレトロゲーム音楽がピコピコと流れているんです。シーシュポスの神話をそこまでポップに変換できるとは驚きですね。でも私たちが日々直面している現実を非常に正確に捉えた比喩かもしれません。やっぱりそう思いますか？誰もが目に見えない重たい玉を泥まみれになりながら必死に転がしていますからね。今これを聞いてくださっているあなたも日々の生活の中で正解や効率の良さばかりを求めてこの急な坂道で疲れ切っていませんか？最短ルートでゴールに行かなきゃとか失敗したらどうしようとか。現代社会では誰もがそういうプレッシャーを抱えていますよね。だからこそ今日はそんな現代の私たちのガチガチになった肩の力をふわっといやピコッと抜いてくれるようなある奇想天外な情報源の世界へご案内します。それは楽しみですね。どんな情報源なんですか？今回徹底解剖していくソースはある YouTube チャンネルで公開された動画なんです。マサル_SZK というチャンネルのピコピコオルケ大行進という作品のトランスクリプトと歌詞、そして視聴者からの熱いレビューテキストですね。チコチコオルケ大行進ですか。タイトルからしてとても可愛らしいですね。そうなんです。アリのイマリンとフンコロガシが時空を旅する3部作の完結編なんですが、ただの伊予弁を話す虫たちの可愛いレトロゲーム風ソングだと思ったら大間違いなんですよ。と言いますと？実はこれ、最新の AI を駆使して作られた人生や宇宙の真理を説くとんでもなく深い哲学ソングなんです。なるほど。一見するとただのコミカルな虫たちの物語に見えますが、実は現代社会の強迫観念に対する強烈なアンチテーゼを含んだコンテンツだということですね。まさにその通りです。予測不能な未来を私たちがどう生きるべきか、その驚くべきヒントが隠されているんです。さて、ここからじっくり紐解いていきましょう。はい、よろしくお願いします。この物語は非常にミクロな視点からスタートします。つまり地面の泥臭い日常ですね。ちょこちょこと顔を出すアリのイマリンと、ひたすら玉を転がすフンコロガシのやりとりから始まるんですよね。歌詞の中でイマリンがどこへ行くんって聞くんです。それに対するフンコロガシの答えが未来やでですよ。ただの虫が転がす玉の行き先が未来というのはものすごく壮大でロマンがありますね。じゃないですか。でも歌詞やトランスクリプトを見るとちょっと坂道きつそうやってニコニコしながらもぴょこっとぬるっとずりっとうまいこと進まない様子がリアルに描写されているんです。彼らは未来という壮大な目的地を掲げていますが、そのプロセスはひたすらに不器用なんですよね。進んだり止まったりぬるっと滑ったりしているわけです。本当に泥臭いんです。ここで注目すべきは、フンコロガシがこの進まない状況に対して少しも苛立っていないという点ですね。確かにそうですね。私だったらなんでこんなに滑るんだって球を蹴っ飛ばしてるかもしれません。多くの人がそう感じると思いますよ。例えば何ヶ月も準備してきた企画書が会議の一瞬で白紙に戻されるような、あの感覚に近いかもしれません。それです。まさにそのぬるっと滑り落ちて振りなしに戻る絶望感ですよ。このふんころがしが転がっている球と急な坂道って今これを聞いているあなたが日々取り組んでいる仕事のプロジェクトだったり人生の目標そのものなんですよね。おっしゃる通りです。何度も滑り落ちて嫌になるあの感覚ですね。でもフンコロガシはそれを淡々と受け入れているんです。これ究極のストア派哲学者なんじゃないですか？フランスの哲学者アルベール・カミューは永遠に岩を山に押し上げ続けるシーシュポスについて、彼を幸福な人間だと想像しなければならないと論じましたよね。
無意味に見える労働の過程そのものに生きる意味を見出しているからということですか？その通りです。この糞転がしも同じなんですよ。現代の私たちはいかに滑らずに最短距離で坂を登りきるかという効率意志上主義に毒されていますよね。ええ、タイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスとか、いつも気にしています。でも、糞転がしは歌詞の中で、それでもええわい、ゆっくりで、と語ります。そして、道は後からできんけん、と。道は後からできる件ですか。これ、視聴者のレビューでも絶賛されていましたよね。坂道がきつくても寄り添う姿勢が優しくて、心に染み立って。ええ、本当に素晴らしい言葉だと思います。でも、ちょっと待ってください。はい、何でしょうか。これ、思想としてはすごく美しいですけど、現実の仕事でぬるっと滑って納期に遅れたら、上司に道は後からできる件とは言えないじゃないですか。まあ、間違いなく怒られてしまいますね。ですよね。これって、現実世界でどう応用すればいいんでしょうか。なんだかただの開き直りになりませんか？いえ、単なる開き直りではありませんよ。これは心理学におけるレジリエンス、つまり回復力の根幹に関わるマインドセットなんです。回復力ですか。はい。滑ることや失敗することを致命的なエラーとして怯えながらする人は、一度滑り落ちただけで心が完全に折れてしまいます。もうダメだってなっちゃうわけですね。そうです。しかし、滑ることも含めてプロセスであり、振り返った時にそれが独自の道になるとあらかじめ織り込んでいる人は違うんです。織り込んでいるとどうなるんですか？滑り落ちた後、すぐにまた球を押し始めることができるんです。結果的により高く遠くへ進めるのは後者なんですよ。なるほど。失敗は悪ではなくて、まだ舗装されていない自分のオリジナルな道の一部だと考えるわけですね。そういうことです。納期に遅れないための努力はしつつも、相対外のぬるっとが起きた時のダメージコントロールとして、この糞転がしのマインドを持っておくわけです。それなら納得です。すごく実践的ですね。そして、この泥臭い地上の坂道での奮闘は、次の瞬間に信じられないスケールへと飛躍するための壮大な助走になっているんです。ここからが本当に急展開なんですよね。地面を這いつくばっていたはずが、突然として壮大な宇宙につながるんですから。そうですね。日常から宇宙へのスケールアップです。なんで泥も釜が宇宙にって思うじゃないですか。イマリンも同じように、宇宙ってなんぞなって純粋な疑問をぶつけます。ここがこの作品の白皮と言える部分ですね。イマリンの根源的な問いに対して、糞転がしはどう反応したか。コロリッと止まって、それな、まだわからんのよって正直に答えるんですよね。視聴者レビューでも、絵本のページのようで本当に美しいと言われていたシーンです。ええ、知ったかぶりをしない、わからんと素直に認めるんです。これって結構勇気がいりますよね。そうなんです。人間は本能的にわからないという状態を極端に嫌がるんです。早く白黒つけたい、わかりやすい答えを出して安心したいという欲求があるんですね。わかります。わからないことがあるとすぐにスマホで検索して答えを出そうとしちゃいますから。ええ。しかし、糞転がしはわからない状態を無理に解決しようとせず、そのまま抱え込みました。するとどうなるか。ピコーンとひらめいて、玉の中に星があるという全く新しい次元の視点が開けるんですよね。はい。わからないことを保留にして受け入れたからこそ、ただの泥の玉の中に宇宙を乱すことができたんです。でも玉の中に星を見つけた途端、くるくる回したら昨日と明日がごっちゃやって時空がバグり始めますよね。ええ、幻想的な展開になっていきます。ここからが本当に面白いところなんですが、過去と未来がごっちゃになるって一見ただのカオスじゃないですか。カオスに見えますが、そこにこそ強いメッセージがあります。歌詞には、どうせ全部つながっとるけん、意味なんか後で、とありますよね。いや、ここでもう一回突っ込ませてください。はい、どうぞ。意味なんか後でっていうのは、言葉としては心地よいですけど、私たちが何かを生み出したり行動したりするときってやっぱりこういう意味を持たせようという意図があるじゃないですか。当然そうですよね。目的意識を持つことは重要だと教えられてきていますから。ですよね。だから意味を放棄してしまったら、私たちはただ環境に流されるだけの存在になってしまいませんか？それは非常に鋭い指摘ですね。しかし、ここで言っているのは意図の放棄ではないんです。創発への信頼だと私は捉えています。創発への信頼ですか？はい。私たちは行動を起こす前に、これにはどんな意味があるのかとか、コスパはタイパはと、あらかじめ結果をコントロールしようとしますよね。ええ、無駄なことはしたくないですから。
しかし、複雑な現実世界において、事前に設定した意味など簡単にひっくり返ります。むしろ行動し、もがき、過去と未来が混ざり合うような混沌とした経験を積み重ねた後で、点と点が結びついて思いもしなかった巨大な意味が立ち上がってくるんです。それってスティーブ・ジョブズのコネクティング・ザ・ドッツ、点と点をつなぐという有名なスピーチと同じ構造なんじゃないですか？まさにその通りです。ここでスティーブ・ジョブズとふんころがしがつながりましたよ。それはすごいですね。つまり過去も未来も混ざっているなら、私たちが日常で無駄だったとか意味がないと落ち込んでしまうような失敗や遠回りも、最終的には笑える日につながるための壮大な伏線だと言えるわけですね。ええ。生きている後から勝手についてくる意味こそが本当に価値のあるものだとこの曲は語りかけているんです。なんだかガチガチに凝り固まっていた肩の逃がしがありますね。意味なんか後でって自分自身の心の中のお守りとして最強の言葉です。本当にそうですね。で、ここからさらに驚くべき事実があるんですよね。この過去と未来が混ざり合うという時空のバグのテーマなんですが、実は歌詞の中だけの話じゃないんですよね。はい。この楽曲の凄まじさは、楽曲の制作プロセスと音楽性そのものがメタ的に時空のバグを体現している点にあります。制作プロセスそのものがですか？ええ。この作品はテーマと構造が完全なフラクタル構造になっているんです。ちょっと待ってください。フラクタル構造ですか？急に難しい言葉が出てきましたけど、もう少し噛み砕いて教えてもらえますか？失礼しました。全体の一部を切り取っても、全体と同じ構造が現れる性質のことですね。ロシアのマトリョーシカ人形を想像してみてください。大きな人形を開けると、中に同じ形をした小さな人形が入っている。あれですね。その通りです。この場合、歌詞の物語、つまりイマリンとフンコロガシの旅が小さなマトリョーシカだとします。そこには過去と未来が混ざり合うというテーマがある。はい。そしてその外側にある大きなマトリョーシカ、つまりこの楽曲がどう作られ、どんな音が鳴っているかという現実の構造もまた過去と未来が混ざり合っているんです。なるほど。ソースの歌詞を見ると、物語の途中でいきなりジピットさんが遠くからその発想ね言うて、とか、スノちゃんがピコピコで全部まとめて曲にするって出てきますよね。はい。ジピットさんはチャット GPT などの AI で、スノちゃんは音楽生成 AI のことですね。制作の裏側、つまりクリエイターと最新 AI のやり取りそのものが作中のキャラクターとして世界観に組み込まれているわけですね。さらにハッシュタグを見ると、チップチューン、レトロゲーム音楽、イオベンソング、そして AI 音楽と並んでいます。これ、冷静に考えるととんでもない状況ですよね。と言いますと？サウンドが昔の8ビットのピコピコ音で、はい。数十年前の過去のサウンドですね。そこになんぞなとか絵がよるけといった歴史ある地方の伝統的な方言が載っているんです。それを最先端の未来の技術である AI が全部まとめてどんちゃん騒ぎにしているわけですよ。なぜこの組み合わせがこれほどまでにリスナーの心を打つのか。人間の脳は高度なテクノロジーに対して無意識に冷たいものとか無機質なものという警戒心を抱きます。確かに AI と聞くと少し冷たい印象があります。しかし、そこにチップチューンという強烈なノスタルギーとイオベンという人間の血の通ったおもむりを掛け合わせることで認知的なギャップが生まれるんです。最先端の冷たい技術で最高に泥臭くて温かいものを作っているというギャップですね。なんだろうこれって例えるなら、おばあちゃんち屋の縁側で最新の量子コンピューターを使ってファミコンの RPG をやってるみたいな、そんな心地よいカオス感がありますよね。それは非常にイメージしやすい例えですね。思わずふふっと笑ってしまいますが、まさにその縁側での量子コンピューター状態です。ですよね。AI を単なる効率化のツールとして使うのではなく、人間が持っている口臭や方言の温かさを増幅させるための競争のパートナーとして使っているんです。だからこそ、機械が作った音楽なのに視聴者の感情を深く揺さぶるんですよ。G ピットさんとスノちゃんも単なるツールじゃなくて、イマリンとフンコロガシと一緒に大行進する仲間として描かれているのがすごく良いですよね。AI も人間も虫もみんなひっくるめて、行き当たりばったり万々歳って笑い飛ばしているんです。本当に最高です。効率や完璧さを AI に求めて最短距離で坂を登ろうとするのではなく、AI と一緒になって意味のわからないカオスを楽しみ、
そこから後からできる道を作っていく。これは予測不可能な AI 時代を生きる私たちにとって最も柔軟で強靭なサバイバル戦略と言えるかもしれません。いやー、本当に深いですね。ただの可愛い虫のピコピコソングだと思って鵜呑みにしていました。本当に見事な作品です。今これを聞いてくださっているあなた、私たちの人生はきっとこのふんころがしの玉転がしのようなものですよね。行き当たりばったりで泥だらけで滑ってばかりの毎日かもしれません。こんなことして一体何の意味があるんだろうって、急な坂の途中で立ち止まりたくなる日もあると思うんです。そういう日は誰にでもありますよね。でもこのピコピコとなる世界でとりあえず笑って転がしていけば、意味は後からちゃんとついてくるんです。道はあなたの通った後、あなたが滑り落ちた泥の後にこそできるんですから。今日あなたが転がしているその重くて厄介な球も、くるくる回しているうちに時空がバグって、いつか星のように輝く日が来るかもしれませんね。本当にそうですね。楽曲の美しいアウトロでは、イマリンがまた明日も行くと問いかけます。それに対してふんころがしは、玉ある限りなぁと返答するんですよね。はい。そして最後に、作り手たち自身の言葉として、どうにもやめられまいへんなと締めくくられます。生きることも何かを作り出すことも、決して終わりのない滑り続けることを楽しむ旅なんですよね。玉ある限りな。本当にそうですね。明日からも一緒に玉を転がしていきましょう。転がしていきましょさて、最後に一つあなたに考えてみてほしいことがあるんです。う。何でしょうか。今回最新の AI である GPIT さんやスノちゃんが泥臭いふんころがしや温かいイオベンというフィルターを通じてこれほどまでに人間臭く私たちの魂を直接揺さぶるような深い哲学を生み出しました。はい。だとしたら芸術における人間の魂とは一体どこに宿るのでしょうか。ほう、深い問いですね。プロンプトを入力し不器用に泥臭い方向性を指し示したクリエイターの側にあるのでしょうか。あるいは、それとも AI が生成したアリとふん転がしのドタバタ劇の中に人生の真理や宇宙の形を見出してしまう、それを受け取ったリスナーであるあなたの心の中にこそ存在しているのでしょうか。非常に考えさせられる問いですね。答えは一つではないはずです。次にあなたが何かの壁にぶつかってぬるっと滑り落ちた時、ぜひこの問いを考えてみてください。そしてピコピコ音に合わせて玉を転がすふん転がしの姿も一緒に思い出してほしいですね。はい、あなたの転がす玉がいつか素敵な星になることを願っています。それでは今日の徹底解剖はここまでとさせていただきます。今回紹介した作品の映像と音楽はマサルスズクの YouTube チャンネルで公開しています。気になった方はマサルスズクで検索してみてください。ぬるずりうまいこと
を一緒に跳ね寄るイマリンふんころピッチピッとスノ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 全部まとめてどんちゃん騒ぎピコ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 ちょっとレトロで感じコロコロぴょんぴょんずんちゃか行き当たりばったりバンバンサイクククニャリヒュルリポトン君なんか後で笑うて転がしてまた進むそれが生きとる証やけんピコ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 